皆さん、お晩です。前回、あまりの社員証紛失回数の多さに、総ツッコミをいただいた、蝶のゆめです。今回はほら、紛失対策に首から下げています。もうすでに何回か、首から下げていることを忘れて、またなくしたと騒いでいますが、それは別のお話です。さて、今回はですね、死神の嘘本当と題しまして、こちらを見ていこうと思います。現世の大百科ウィキペディアの死神の項です。それでは早速会議室に移動しましょう。はい、会議室に来ました。社員証は入室するときに外に置いておく決まりなので、一旦外しました。なくしたわけではないです。では早速、ウィキペディアの記事を概要から見ていきましょう。死神とは、生命の死を司るとされる伝説上の神で、世界中に類似の伝説が存在する。冥府においては魂の管理者とされ、小説、映画など様々な娯楽作品にも古くから死を司る存在として登場する。だそうです。では、これを頭の隅に置いておきながら、次も読んでみましょう。西洋の死神についての記述みたいですね。西洋の死神。一般的に大釜、もしくは小ぶりな草刈り鎌を持ち、黒を基調とした傷んだローブを身にまとった人間の白骨の姿で描かれ、時にミイラ化しているか、完全に白骨化した馬に乗っていることもある。また、足が存在せず、常に宙に浮遊している状態のものも多く、黒い翼を生やしている姿も描かれる。その大釜を一度振り上げると、振り下ろされた鎌は必ず何者かの魂を取ると言われ、死神の鎌から逃れるためには、他の者の魂を捧げなければならないとされる。見た目に関しては、確かにこんな人もいますね。でも、現在の大多数の死神は、私のように限りなく人間に近い姿をしていますね。というわけで、一応嘘ではないですね。装いは、先ほどのウィキペディアの画像と私を見比べていただくと、黒を基調以外の共通点がない。翼に関しては完全に退化してしまっていて、ごく稀に先祖返りして立派な翼をお持ちの方もいるらしいですが、でも鎌を振り下ろすというのは本当ですね。でも一つ違うのは、他の者の魂を捧げても私たちの鎌からは逃れることはできないということでしょうか。私たちは決められた日時に決められた方の魂をお迎えに行くだけですので、死神の判断で違う魂なんて連れて帰ったら、今度は私たちの命が危ういです。続き読みますね。心霊写真においては、鎌を持った死神が映ると、命に関わる危険の前兆で、たとえ鎌を持っていなくても、何らかの危機が起こるという迷信も存在する。心霊写真なんですか？私の写った写真？まあこれは面白がって写り込んでいるだけというのが大半だと思いますので、あまり気にしなくていいと思います。嘘です。迷信ってきちんと書いてありますしね。次です。基本的に死神は悪い存在として扱われることが多いが、死神には最高神に仕える農夫という異名もあり、この場合死神は死を迎える予定の人物が
魂のみの姿で現世にさまよい続け、悪霊化するのを防ぐため、冥府へと導いていくという役目も持っていると言われている。これは本当ですね。農作業はしたことありませんが、私たちが魂を誘導するのはまさにこんな理由です。続き見ていきましょう。こうした一般的に想像されるまがまがしい死神の姿は一種のアレゴリーであり、死を擬人化したものである。神話や宗教、作品によってその姿は大きく変わる。時には白骨とは違った趣向の不気味なデザインとなることもある。死の比喩。まあ、私たちは人間の想像が生み出した存在なので、死神の根源は確かに死を擬人化したものと言って間違いないかと思います。日本の死神については別の記事があるんですね。こちらも少し見てみましょう。死神は人間を死に誘う、または人間に死ぬ気を起こさせるとされる神。死神とも書かれる。死ぬ気を起こさせていたら、今頃私のチャンネル登録者さんも Twitter のフォロワーさんもみんな死んじゃってますって。というわけですので、これは違います。次。仏教においては死にまつわる魔として死魔がある。これが人間を死にたくさせる魔物で、これに疲れると衝動的に自殺したくなるなどと言われ、死神と説明されることがある。また、仏教有意識派の文献であるユガ論には、衆生の死期を定める魔がある。冥界の王とされる閻魔や、その下にいる牛頭馬頭などの鬼が死神の類とされる。まあ、近しいことは書いてあります。厳密には閻魔様は死神とは別なんですけど、我々死神はまあ、閻魔様の下といえば下ですしね。牛や馬の頭はしてないですけど。やっぱり、現世の死神像と私たちの実態って、想像はしていましたが、結構大きな乖離があるんですね。というわけで、今日は Wikipedia の記事とともに、死神の嘘、本当をお届けいたしました。とはいえ、これはあくまで私のいる世界の死神観のお話です。世界は本当に広いですから、違う考えを持っている方や、他の世界線でご活躍されている死神の方もたくさんいらっしゃると思います。そういった異なる考え方、世界を受け入れ尊重し合っていけたら、この世界はもっと素敵で楽しいものになると思うんです。そんな願いも込めつつ、今日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。蝶のゆめでした。